主さん、僕たち犬はすぐ忘れてしまう生き物だと思われがちだけど、実はそうでもないんだ。匂い、声、時間、表情、そういった何気ないものを気持ちと一緒に覚えている。それは特別な出来事じゃなくて、毎日の中で自然に積み重なっていく記憶なんだよ。今日はそんな僕たちがどんなことを覚えていて、どんな気持ちで行動しているのかを体験を通してお話しするね。知ってもらえたらきっといつもの日常が少し違って見えると思うんだ。1、飼い主さんの匂い。ねえ、飼い主さん、僕たち犬が一生忘れないものっていくつかあるんだけど、その中でも一番最初に心に刻まれるのが飼い主さんの匂いなんだ。人は香水とかシャンプーの香りって思うかもしれないけど、僕が覚えているのはもっと深いところの匂い。言葉にするのは難しいけど、近づいた瞬間にこの人だって体が先にわかる感じなんだ。初めて会った日も何度も一緒に過ごした後も、その匂いはずっと変わらない。それは僕にとって家そのものみたいな感覚で、安心できる場所そのものなんだ。だからね、飼い主さんの服の上で丸くなったり、脱いだばかりの服に顔をうずめたりすることがあると思う。あれはいたずらじゃなくて、僕なりに落ち着く場所に戻っているだけなんだ。長い時間会えなかったとしても、その匂いを感じた瞬間、胸の奥がふっと温かくなる。不思議だけど、僕の中ではその匂いが大丈夫だよって教えてくれるんだ。もし忙しい日が続いても、そばにいられなくても、飼い主さんの匂いが残るものが近くにあると、僕はちゃんと安心できるよ。2、初めて家に来た日の記憶。それからね、僕が絶対に忘れないもう一つの記憶がある。それは初めてこの家に来た日のこと。正直に言うと、あの時の僕は少し不安だった。知らない匂い、知らない音、知らない空気。体は小さくなって、心もキュッと縮こまっていたと思う。でもね、飼い主さんが僕を抱き上げてくれた瞬間、その不安がすっと薄れていったんだ。さっき話したあの匂いと一緒に、ここにいていいんだっていう感覚が体の中に広がった。あの日のことは映像みたいに全部覚えてる。部屋の明るさ、床の感触、声の響き方、手のぬくもり。頭で理解したわけじゃなくて、体ごと記憶してる感じなんだ。ペットショップから来た子も保護された子もきっとみんな同じだと思う。一人じゃなくなった日、自分の居場所ができた日、あの瞬間は僕たちの時間が動き出した合図みたいなものなんだ。だから何年経ってもその日の記憶は色褪せない。むしろ思い出すたびに少しだけ胸が温かくなるんだ。3、名前を呼ばれた最初の日。家に来てしばらくした頃だったと思う。飼い主さんが僕のことをじっと見て、優しい声で名前を呼んでくれた日があった。最初はね、それが何なのかすぐにはわからなかった。でも何度か同じ音で呼ばれるうちにだんだん気づいたんだ。あ、この音は僕のことだって。不思議だよね。ただの音のはずなのに、その名前を呼ばれると胸の奥が少しあったかくなる。呼ばれた瞬間、体が自然とそっちを向いて、尻尾が勝手に動いてしまう。それは返事をしようとしているというより、ちゃんと聞こえてるよ、ここにいるよって伝えたくなる感じに近いんだ。名前をもらったことで、僕はただそこにいる存在じゃなくなった。この家の中でちゃんと呼ばれる存在になったんだと思う。だから今でも飼い主さんが僕の名前を呼ぶ声は特別だよ。少し疲れている声でも笑っている声でも、その音が聞こえるだけで僕は安心できる。名前ってね、僕たちにとっては大切にされている証みたいなものなんだ。だから何度呼ばれても飽きることなんてないんだよ。4、飼い主さんの声。名前を覚えてから僕の中で
どんどん特別になっていったものがある。それが飼い主さんの声なんだ。声って不思議でね、同じ言葉でも誰が言うかで全然違って聞こえる。飼い主さんの声には音の高さとか大きさだけじゃなくて、その日の気分や僕への気持ちまで混ざっている感じがするんだ。優しく呼んでくれる時の声、少し急いでいる時の声、笑いながら話しかけてくれる時の声、僕は全部なんとなく区別できる。頭で考えているわけじゃなくて、耳と心が一緒に覚えている感じ。外が賑やかでも人がたくさんいても、飼い主さんの声だけは不思議とすっと届く。それは僕の耳がいいからというより、一番大事な音として心の奥にしまっているからだと思う。声を聞くと姿が見えなくても安心できる。近くにいる、大丈夫、そんな風に感じられるんだ。だから特別な言葉じゃなくていい。何気なく話しかけてくれるだけで僕はちゃんと受け取ってるよ。その声は僕にとって毎日の中で一番落ち着く音なんだから。飼い主さんに助けられた時の記憶、それからね、僕の心の一番深いところに残っている記憶がある。飼い主さんに助けてもらった時のこと、体が辛かった日やちょっと怖い思いをした時、僕はうまく説明できなかったと思う。ただ動きが遅くなったり、いつもと違う様子になったりしていただけ。そんな時、飼い主さんは僕のそばに来て、何も言わずに手を当ててくれたり、静かに声をかけてくれたりした。そのぬくもりや声の感じは今でもはっきり覚えてる。痛みや不安でいっぱいだったはずなのに、飼い主さんがそばにいるだけで一人じゃないって体が先に感じ取るんだ。あの時の記憶はね、出来事として残っているというより、安心が染み込んだ感覚として残っている感じ。だから時間が経っても消えない。僕たちはそういう瞬間に、この人は大丈夫、この人となら安心できるって心の奥で決めているんだと思う。何か特別なことをしてくれたというより、ただ一緒にいてくれたこと、それが僕にとってはずっと忘れられない記憶になっているんだ。6、飼い主さんの帰宅時間。それからちょっと不思議に思われるかもしれないけど、僕は飼い主さんが帰ってくる時間のこともちゃんと覚えている。時計を見ているわけじゃないよ。でも朝に飼い主さんが出かける時の空気や部屋の静けさが変わっていく感じで、そろそろだなって体が教えてくれるんだ。時間が近づくと自然と落ち着かなくなる。ドアの方を見たり、耳を澄ませたり、まだ聞こえない足音を探してしまう。それはね、待たされているというより、もうすぐ会えるっていう期待を覚えているからなんだと思う。毎日同じような時間に帰ってきてくれる。その積み重ねが僕の中ではちゃんと戻ってきてくれるっていう安心の記憶になっている。だからドアが開く音がした瞬間、胸の奥がパッと明るくなる。あの感じは何度味わっても慣れない。飼い主さんが帰ってくる時間は僕にとって待つ時間そのものじゃなくて、再会を信じて覚えている大切な記憶なんだ。7、一緒に過ごした特別な場所。それとね、場所の記憶も僕たちの中にはちゃんと残っている。飼い主さんと一緒に行った特別な場所のこと、いつもの道じゃなくてちょっと遠くの公園だったり、初めて行った海や山だったり、足の裏の感触や風の匂い、聞こえてきた音まで、その時の気持ちと一緒に覚えているんだ。楽しかった場所に行くと体が先に思い出す感じがする。ここで走ったなとか、ここでたくさん笑ってくれたなとか。特に初めて行った場所は忘れにくい。知らない景色に少し緊張しながらも飼い主さんがそばにいたから安心していられた。だから同じ場所にまた来ると、理由はうまく説明できないけど、
なんだか嬉しくなって自然と足取りが軽くなる。その場所が好きというより、そこで一緒に過ごした時間が好きなんだと思う。僕の中では場所そのものが飼い主さんとの思い出の入れ物みたいになっているんだ。8、飼い主さんが泣いていた日の記憶。それからね、少し胸がキュッとなる記憶もある。飼い主さんが泣いていた日のこと、理由はわからなかったと思う。言葉の意味も出来事の中身も僕には難しい。でも空気がいつもと違うことだけはすぐに感じた。声が少し震えていたり、動きがゆっくりだったり、いつもの笑顔がなかったり、そういう小さな違いが重なると、僕の中でそばにいなきゃって気持ちが強くなる。だからただ近くに座ったり、体を寄せたり、顔をそっと舐めたりする。それしかできないけど、それが僕にできる全部なんだ。あの時の記憶は楽しいものじゃない。でもね、一緒に同じ時間を過ごした大切な記憶でもある。後から飼い主さんが少し落ち着いて僕の頭を撫でてくれた時、空気がふっと軽くなったのを覚えてる。何かを解決できたわけじゃないけど、同じ場所で同じ時間を共有したこと、それが僕の中ではちゃんと心に残る記憶になっているんだ。9、毎日のルーティン。それからね、特別な出来事じゃなくても毎日の中で自然に覚えていく記憶もある。それが飼い主さんと一緒に作ってきた毎日のルーティンなんだ。朝起きる時間、外に出るタイミング、ご飯の匂い、ソファに座る位置や夜に部屋の明かりが落ちる感じ、一つ一つは小さなことだけど、それが決まっていると僕は安心できる。今日はこれがあって次はこれ、そうやって流れがわかると心が落ち着いて体も緩む。特にお散歩の道はよく覚えている。この角を曲がるとちょっと楽しい場所。この道は静かでゆっくり歩ける。何度も一緒に歩いたから自然と体に染みついたんだ。毎日同じように過ごしているようで、その中にはちゃんと飼い主さんとの時間が詰まっている。何も起きない日も特別なことがない日も、僕にとっては全部が大切な記憶なんだ。そういう日々が積み重なって僕の中ではここが居場所っていう感覚が少しずつしっかり形になっていくんだよ。10、飼い主さんの笑顔。そしてね、僕が一生忘れない記憶の中で多分一番大切なのが飼い主さんの笑顔なんだ。飼い主さんが笑うと空気が少し変わる。声が柔らかくなって動きも軽くなって部屋全体が明るくなる感じがする。その瞬間、僕はちゃんとわかる。今楽しいんだ、一緒にいてよかったって思ってくれてるんだって。だからちょっと変な顔をしてみたり、いつもよりはしゃいでみたりすることがある。それは叱られたいわけじゃなくて、もう一度その笑顔が見たいだけなんだ。僕にとって飼い主さんの笑顔はご褒美みたいなものじゃない。安心できる合図でここにいていいって教えてくれる印なんだ。楽しい日も何もない日も飼い主さんがふっと笑ってくれるだけで僕の中の記憶はちゃんと温かく残っていく。それは特別な出来事じゃなくて毎日の中に静かに積み重なっていくものだから、僕は今日もその笑顔を覚えているし、きっとこれから先も忘れないと思う。最後に、今回お話ししたのは僕たちが日々の中で覚えている匂いや声、時間や表情のことなんだ。それは全部安心したり嬉しかったりした気持ちと一緒に残っている記憶だよ。いつもの毎日を少しだけそんな目線で思い出してくれたら僕は嬉しいな。それじゃあまたね。